これは小さい頃、秋田にある祖母の実家に、帰省した時のことである。年に一度の、お盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで、兄と外に遊びに行った。そして日が昇りきり、真昼に差し掛かった頃、ピタリと風が止んだ。と思ったら、気持ち悪いぐらいの、生暖かい風が吹いてきた。僕は、ただでさえ暑いのに、なんでこんな暖かい風が吹いてくるんだよ。さっきの爽快感を奪われたことで、少し機嫌悪そうに言い放った。すると兄は、さっきから別な方向を見ている。その方向には、かかしがある。あのかかしがどうしたのと兄に聞くと、兄は、いや、その向こうだ、と言って、ますます目を凝らして見ている。僕も気になり、田んぼのずっと向こうを、じーっと見た。すると、確かに見える。なんだ、あれは。遠くからだからよくわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体が、くねくねと、動いている。しかも、周りには田んぼがあるだけ。近くに人がいるわけでもない。僕は、一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ、新種のかかしじゃない？きっと、今まで動くかかしなんかなかったから、農家の人か誰かが、考えたんだ。多分、さっきから吹いてる風で動いてるんだよ。兄は、僕のズバリ的確な解釈に、納得した表情だったが、その表情は、一瞬で消えた。風が、ピタリと止んだのだ。しかし、例の白い物体は、相変わらずくねくねと動いている。兄は、おい、まだ動いてるぞ。あれは一体何なんだと驚いた口調で言い、気になってしょうがなかったのか、兄は家に戻り、双眼鏡を持って、再び現場に来た。兄は少々ワクワクした様子で、最初俺が見てみるから、お前は少し待ってろよ、と言い、張り切って双眼鏡を覗いた。すると、急に兄の顔に、変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をダクダク流して、ついには、持ってる双眼鏡を落とした。僕は、兄の変貌ぶりを恐れながらも、兄に聞いてみた。何だったの？兄は、ゆっくり答えた。わ、からな、いほうか、すでに、兄の声ではなかった。兄はそのまま、ひたひたと家に戻っていった。僕は、すぐさま兄を真っ青にした、あの白い物体を見てやろうと、落ちてる双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか、見る勇気がない。しかし、気になる。遠くから見たら、ただ白い物体が奇妙にくねくねと、動いているだけだ。少し奇妙だが、それ以上の恐怖感は起こらない。しかし、兄は、よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか、自分の目で確かめてやる。僕は、落ちてる双眼鏡を取って、覗こうとした。その時、祖父がすごい焦った様子で、こっちに走ってきた。僕が、どうしたのと尋ねる前に、すごい勢いで祖父が、あの白い物体を見てはならん。見たのか、お前、その双眼鏡で見たのか、と迫ってきた。僕は、いや、まだ、と少し挙動った感じで答えたら、祖父は、よかった、と言い、安心した様子で、その場に泣き崩れた。僕は、わけのわからないまま家に戻された。帰ると、みんな泣いている。僕のことで、いや、違う。よく見ると、兄だけ狂ったように笑いながら、まるで、あの白い物体のように、くねくね、くねくね、と乱舞している。僕はその兄の姿に、あの白い物体よりも、すごい恐怖感を覚えた。そして、家に帰る日、祖母がこう言った。兄はここに置いといた方が、暮らしやすいだろう。あっちだと狭いし、世間のことを考えたら、数日も持たん。うちに置いといて、何年か経ってから、田んぼに話してやるのが一番だ。僕はその言葉を聞き、大声で泣き叫んだ。以前の兄の姿は、もうない。また来年、実家に行った時に会ったとしても、それはもう、兄ではない。なんでこんなことに、ついこの前まで、仲良く遊んでたのに、なんで？僕は必死に涙を拭い、車に乗って、実家を離れた。祖父たちが手を振ってる中で、変わり果てた兄が、一瞬僕に、手を振ったように見えた。僕は遠ざかってゆく中、兄の表情を見ようと、双眼鏡で覗いたら、兄は確かに、泣いていた。表情は笑っていたが、今まで兄が、一度も見せなかったような、最初で最後の、悲しい、笑顔だった。そして、角を曲がった時にはもう、兄の姿は見えなくなったが、僕は涙を流しながら、ずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか、元に戻るよね。そう思って、兄の元の姿を懐かしみながら、緑が一面に広がる、田んぼを見晴らしていた。兄との思い出を回想しながら、ただ、双眼鏡を覗いていた。その時だった。見てはいけないと分かっているものを、間近で見てしまったのだ。